皆さん、こんにちは。ハンドメイド作家のみーたまです。今回の動画はアクセサリー制作です。前回の購入品のパーツを使って作っていきます。アフレコでお話をしております。よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。前回の雑談動画では大好物のちょっと変わった食べ物のお話をいたしました。続きをお話ししていきます。全国の銘菓で皆さんはお好きなものがありますか？私は九州長崎県のザボン漬けが好き。カステラは福さやが好き。そこにあるザラメが大好きです。神奈川県鎌倉のくるみっこも好き。甘さ控えめで美味しいです。くるみゆべし、ごまゆべしも好き。カロリー高いけど好きです。北海道のよいとまけはハスカップジャムが大好き。宮城県のずんだ餅大好きです。阪急百貨店に年1回出店されるのを毎年楽しみにしております。福岡県のつくし餅、京都府の生八つ橋と京バーム、三重県の赤福、岐阜県の中津川栗きんとん、山梨県の桔梗信玄餅、東京都になるのかな、福岡県になるのかなのひよこ、岩手県のかもめの卵も好きです。私の好きな関西の名物銘菓についてお話ししていきます。大阪府堺市の日記餅、美味しいですよ。551の蓬莱は有名ですが、私は豚まんじゃなくてシューマイを購入します。シューマイ1個がとても大きいのです。私は口いっぱいに頬張ってみたくて一口で食べる挑戦をしてみましたが、一口では無理でした。551のシューマイおすすめです。コマドリの鈴焼きが好き。鈴カステラじゃなくてコマドリの鈴焼きが好きです。多分買えるのは関西だけかな。スーパーで売っています。昔ながらのお菓子で素朴なお味ですが、表面のお砂糖がシャリッとしていて美味しいです。味噌だれ餃子が好き。神戸名物です。ビールととても合います。兵庫県赤穂の塩味まんじゅう。子供の頃から食べてきたけれど、久々に食べてみたらうまーってなりました。昔から今まで続いているってことはやっぱり美味しいからなんだなと思いました。ご当地ソフトクリームが好き。兵庫県には黒豆ソフトクリームがあるのです。
美味しいですよ。共感していただけた方はいらっしゃるかな？どうかな？まだ食べたことがなくて食べてみたいものは京都府のあじゃり餅、鹿児島県のかすた丼、福岡県の博多通りもんなどです。食べてみたいな。おすすめの名物や銘菓がございましたらコメントでご教えくださいませ。突然お話が変わりますが、見たくなったものがあったんです。プロが撮影した映像を見たくなったのです。映画がいいかな？アニメがいいかな？日本のもの？海外のもの？何がいいかなと思っていたところ、韓国ドラマを見てみようと思ったのです。それで Amazon プライムのチャンネル K を登録しました。2024年5月現在 Amazon プライムは月額だと600円、チャンネル K の月額はそれにプラス550円なので合わせて月額1150円です。私は今チャンネル K で見ることができるドラマを楽しみに見ています。今7作品目を見ている最中です。韓国歴史ドラマにどっぷりハマっております。最初に宮廷女官チャングムの誓いを見ました。最初なので有名な作品から見始めました。チャングムというとすぐに思い出すのはおならおならの曲です。エンディングの曲ですね。今私の脳内で歌っています。チャングムは2003年の作品、ほぼ20年前なのですね。チャングムはとても面白かったです。満足度もおすすめ度も私の中では高いです。作品はとても長いですが、毎回面白く最後まで飽きることなく見ることができました。韓国ドラマは一つの作品がとても長いですね。多くは1話は約1時間です。チャングムは1話約1時間で全54話です。毎日 2,3 話見るとしたら短くて18日、長くて27日ですか。とても長いです。長いなぁと思って今まであまり見てこなかったのですが、どっぷり韓国歴史ドラマの沼に今ハマっています。韓国歴史ドラマは史実をもとにした架空のストーリーであることが多いです。ドラマはほぼフィクションです。史実ではありません。ただし、史実に寄せてきてるなぁと思う部分もあるし、史実と順番が違っていたり、
全然違ったり、脚色が過ぎるなと思う部分もあります。登場人物も実在の人物と架空の人物がいます。しかし、史実じゃないから見る価値がないというわけではありません。登場人物が悩んだり苦しんだり葛藤したりドラマとして見どころがあります。例えば映画タイタニックはフィクションです。タイタニック号が沈んだことは史実ですが、映画のストーリーはフィクションです。史実ではないです。登場人物は実在の人物と架空の人物が混在しています。史実じゃないから見る価値がないというわけではありません。映画で描かれているラブストーリーはキュンとときめきます。漫画、アニメ、宝塚歌劇にもなっているベルサイユのバラには実在の人物と架空の人物が混在しています。ベルバラファンの方もたくさんいらっしゃいます。ベルバラを好きになった方のうち、その背景となっている歴史に興味を持ってフランス革命前後の歴史のテストの点数が良かったという方もいらっしゃるでしょう。秦の始皇帝の時代の漫画、アニメ、実写版にもなっているキングダムもファンの方がたくさんいらっしゃいます。史実とは異なる部分もありますが、私は楽しいです。ワクワクしながら見ています。歴史を知るきっかけは何でも良いと思っています。ゲームや漫画、アニメの元ネタなどから興味を持つこともあるでしょう。そして興味を持ったのがどの時代でも良いと思っています。今現在の日本にも歴史小説ドラマなど脚色されたドラマはたくさんあります。昔の日本のドラマも歴史的に謎とされているわからない部分は脚色されていました。エンタメ時代劇もたくさんありました。ドラマの内容そのまんまを史実と思わないことが大切です。脚色されたものは悪いものと言っているわけではないです。史実だけを伝えると箇条書きのようになっちゃってつまらなくなります。ドラマティックに脚色されていてもいいじゃないですか。楽しみましょう。ドラマのストーリーについてはお話しいたしません。このドラマの史実はどうだったのか、この時代はどんな時代だったのかについてお話ししていきます。これからお話しすることを聞いてからジャングムを見ることも良いのではないかなと思います。例えば徳川家康が江戸幕府を開いたことは日本人ならほとんどの方が知っていることでしょう。徳川家康がドラマの主人公だったとして江戸幕府を開くまで徳川家康は生きていることを皆さんは知っています。江戸幕府を開く以前の戦の勝敗や
歴史の結果を知っていてもドラマは楽しめます。登場人物の心情や葛藤、人間関係などを描くことで視聴者が物語に没頭することができます。日本人なら当たり前のように知っている人物も海外の方にとって初耳なこともあります。韓国の方なら誰でも知っている人物を日本人は知らない可能性もあります。ドラマを制作しているのは韓国の方なので、いろんな歴史背景を語らずにストーリーが始まっていくことも多いです。こんな背景があったんだとか、こういう時代だったんだと前知識を持っていると、このシーンはこういう意味だったんだとか、さらにドラマを楽しめるかもしれません。また、チャングムを見たよって方は、そうだったんだという新たな発見があるかもしれません。韓国史について知っていることはどんなことですか？近代の日本統治時代、江戸時代の朝鮮通信使、鎌倉時代に起きた元と高麗による元寇、飛鳥時代に唐・清羅連合軍と戦った白村江の戦い、高句麗・百済・親羅の三国時代、阿寒・弁官・新官の三冠、永満朝鮮。私は世界史や日本史にちょこっと登場する程度しか知りませんでした。韓国歴史ドラマを見ながら韓国史の本を読んだり、自分で調べたり学び進めました。韓国史について初めて学んだので知ることが多くありました。これからお話ししていこうと思います。現在の韓国ではハングル表記のものがほとんどですが、韓国歴史ドラマの時代には漢字が使われていました。漢字は日本人にも読めてしまいます。なんとなく読めちゃうので、日本語の漢字の読み方と韓国語の漢字の読み方の違いに混乱してしまうことがあります。日本語吹き替え以外、セリフは韓国語で進められるので、人名や地名はカタカナで把握すると良いと思います。母国語ではない言語の正確な発音を習得するのはなかなかに難しいので、カタカナで良いと思います。字幕に現れる漢字は補助的なものと捉える方が混乱しなくていいと思います。韓国では李氏朝鮮ではなく朝鮮王朝と呼ぶそうです。李氏が統治していた国の正式な名前は朝鮮です。朝の光が鮮やかで美しいという意味です。李氏が統治していた王朝でしか使われていないので、李氏をつける必要はないとされています。しかし、韓国では次の3つの理由により、朝鮮というワードはあまり使用されていないそうです。1つ目、
植民地史観に基づくものとされる。2つ目、差別的に感じる。3つ目、北朝鮮と国家の正当性を争っている。北朝鮮には国語に入っています。韓国ではそれを避けるために朝鮮というワードを使用するのは朝鮮王朝のみと限定したいそうです。韓国では李氏の王朝を朝鮮王朝と呼び、古代に存在した朝鮮の国語を持つ国は古朝鮮と呼び区別しているそうです。韓国は他国に対してそのように呼ぶよう求めています。日本人がジャップと呼ばれることは嫌ですものね。李氏が統治していた頃のことは朝鮮王朝と呼び、その国の人を表す言葉を韓国人と置き換えて呼ぶことにいたします。しかし、韓半島という呼び方は日本人に定着しておらず、そして半島の南の方の地域だけを連想してしまいそうです。韓半島は朝鮮半島と呼びお話ししていきます。